はい、こんにちは。皆さんは実験回路を支度するとき、電源をどうしていますか？私はいろいろな AC アダプターをストックしているのですが、必要な電圧を探すたびにコードが絡まって地味にイライラすることがあります。そこで今回は使わなくなったパソコンから ATX 電源を取り出して電子工作用の実験電源を作っていきます。この電源は納屋の中で文字通り埃をかむっていたものです。古い電源ですが、中身は高効率の静音タイプでまだまだ使えるはずです。このユニットには実験回路でよく使う 3.3V、5V、12V がそのまま出ています。つまり少し加工すれば電子工作用の固定電源としてかなり便利に使えます。まずはクリーニングと内部確認を兼ねて電源ユニットを分解します。ただし ATX 電源の中には高電圧のコンデンサがあります。電源を抜いた後でも電荷が残っている可能性があるので、分解作業は十分に注意して行います。思ったよりホコリは溜まっていませんでした。念のため部品はすべて取り外し、ホコリを除去することにします。AC 配線はハンダ付けされていたので、ニッパーで切断して取り外しました。ケーブルは 3.3V、5V、12V、グランドなどが束になって出ています。このままでは使いにくいので、一度配線を整理して電圧ごとにまとめます。コネクタは今回使わないので、すべて切断します。これは ATX 電源の24ピンコネクタです。ピン配置は規格化されていて、主な配線はこのようになっています。CPU の補助電源、PCIe 電源、ペリフェラルコネクタも一度ばらして必要なラインごとに整理します。基板からはまるでスパゲッティのようにケーブルが出ています。ただ基板の裏側を確認すると大電流が流れる 3.3V、5V、12V、グランドラインはそれぞれ共通のパターンにつながっていることがわかります。つまり配線としてはかなり単純です。機能ごとに分けると、今回使う配線は大きく分けて数種類になります。この中でマイナス 12V 端子は今回は使いません。プラス 5V SB は常時出力線なのでこれも使いません。一方で注意が必要なのが GNDS という線です。これは大電流を流すためのグランドではなく、グランド電位を検出するためのセンサーです。基板の配線を確認したので、次に電源ユニット全体の構成を考えます。全面端子、可変電源、シガーソケットなど複数の出力を作ります。次に大電流ラインを整理します。この電源の配線には18ゲージのケーブルが使われていました。1本でもある程度の電流は流せますが、複数の配線をまとめて使います。今回作る実験用電源としては、各ラインに2本から3本程度まとめれば十分でしょう。この後の配線がしやすいように、プラス線とグランド線をペアにしておきます。ケース部品も取り外して念入りにクリーニングします。パーツのクリーニングが終わったら部品を元の位置に戻していきます。
はい、これでパソコン電源のクリーニングが終わりました。次に配線周りをまとめます。今回のポイントはグランド線を1箇所にまとめ、そこを自作電源全体の共通グランドにすることです。こうすることで回路の構成が分かりやすくなり、後から拡張するときにもグランドを取り出しやすくなります。グランドは端子台にまとめて接続し、ここを共通グランドの基準点として使います。ちなみにこのジャンパ線は間引いた電源ケーブルを再利用して作っています。端子台全体が同じグランドになるように全ての端子をショートさせます。この端子台を電源ユニットに両面テープで固定します。電源のグランド線を最小限の長さに切り揃え、端子台に接続します。さらに、この端子台に GNDS をつなげることで、正しいグランド基準として電源が機能することになるわけです。これで端子台のどこにつなげても正しいグランドが取り出せるようになります。次にパソコンで電源ユニットの 3D モデルを作ります。今回は ATX 電源のサイズに合わせて前面パネルとケース部品を設計しました。データができたら 3D プリンターで出力します。ちなみにこのデータも販売しているので、ぜひ購入してチャンネルを応援していただけると嬉しいです。詳しくは動画概要欄をご確認ください。ネジ止めできるようにインサートナットを溶着しました。この溶着用のジグも自作しています。フリーハンドでもうまくいくこともありますが、再現性がなくたまにミスしてせっかくの部品が台無しになることがあるので、ジグは必要です。作り方は過去の動画で紹介しているので、興味があればそちらも見てみてください。同様の手順で 3D パーツを作っていきます。ATX 電源のネジ穴に合わせて設計しているので、ケースにぴったり固定できます。これはヒューズボックスです。ATX 電源にも保護回路は入っています。しかしそれは電源ユニット自身を守るためのものです。今回の電源は 12V だけでも大きな電流を流せますが、その電流はバナナプラグや端子台、実験用の細い配線には大きすぎます。そのためそれぞれの出力ラインには端子や配線を守るための適切なヒューズが必要なのです。今回は出力系統に合わせてヒューズ容量を分けています。3.3V、5V、12V のラインにヒューズボックスを配線していきます。圧着端子でしっかりと接続しました。次は車用のシガーソケットです。これは 12V の汎用出力として使います。
車用の USB 充電器や 12V 機器をそのまま使えるので、実験電源につけておくとかなり便利です。このシガーソケットはバナナ端子とは別系統の 12V 出力として配線します。これもヒューズを接続しています。フロントパネルは2色印刷で作ってみました。これはバナナソケットです。固定出力として 3.3V、5V、12V を取り出せるようにします。ATX 電源にもスイッチはありますが、フロントパネルから操作できるようにスイッチを取り付けます。これはパネルの補強部品です。そしてこちらは 36V まで調整できる小高圧コンバータです。電圧だけでなく電流制限も設定できるので、電子工作用の可変電源として使えます。コンバータの出力ラインをバナナプラグに接続します。ATX 電源には出力が正常に立ち上がったことを知らせる信号線があります。電源の準備が整うと、この線に約 5V が出ます。今回はこの線に LED を点灯させ、電源が正常に立ち上がったことを確認できるようにします。電源ボックスの下側には冷却用のファンがあります。吸気を塞がないようにゴム足を取り付けます。
これで完成です。まずはテスターで ATX 電源から出ている固定電圧を確認します。3.3V ラインは実測で 3.27V、5V ラインは 5.16V、12V ラインは 12.28V、ちなみにシガーソケットも同じく 12.28V でした。実験用の精密電源と比べると電圧の精度は高くありませんが、マイコンやモーター、LED など、とりあえず安定した電力が欲しい用途なら十分使えそうです。次に可変電源側を確認します。設定を 5V にすると出力もほぼ 5V になっています。電圧を 6V、7V、そして 36V 付近まで上げても設定に近い電圧が出ています。安価なコンバータですが、精密電源並みの精度が出ていることが確認できました。そしてこのコンバータは電圧だけでなく電流制限も設定できます。電流制限を 1A に設定すると、ほぼ 1A で制御されています。さらに設定電流を変えると、それに合わせてテスターの値も変化します。大電流を流しすぎるのは怖いので、今回は 2.5A までにしましたが、テスターでは 2.48A と表示され、かなり正確に電流制限できていることがわかります。電流制限が使えるということは、このように LED へ直接電力を供給することもできます。流す電流を上げると LED の明るさも強くなっていきます。同時に電圧も確認できるので、順方向電圧がわからない LED でも、この電源で簡単に実測できます。もちろん実験基板への電源供給にも使えます。タイマー IC を使ったワンショットパルスが正しく出力されています。これで AC アダプターのコードが絡まるストレスからかなり解放されそうです。最後にシガーソケットも試してみます。ここに車用の USB 充電器を取り付けると USB 電源として使えます。スマホの充電はもちろん USB 給電で動く ESP32 などのマイコンにも利用できます。今回は古い ATX 電源を再利用して電子工作用の実験電源を作ってみました。固定の 3.3V、5V、12V に加えて可変電圧、電流制限付きの出力、さらに 12V シガーソケットも追加したので、かなり使い勝手の良い電源になったと思います。古い PC 電源が余っている方は、電子工作用の電源として再利用してみるのも面白いと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお待ちしています。